も VTuber な桃の木桃です。このチャンネルでは今まで妖術の動画をメインに取り扱っていたのですが、今回からは死亡遊戯で飯を食うも積極的に取り扱っていきます。死亡遊戯好きの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。記念すべき最初の動画はアニメ1話で描かれた金庫の右手が切断されていた理由、防腐処理について桃のにかけた勇気の言葉、金庫だけ両足が切断されていた理由、兄より演出の5点についてアニメの映像を交えながら解説考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず最初は金庫の右手が切断されていた理由についてです。こちらの映像をご覧ください。この時点では金庫の右手はまだついています。そして鍵を取るこのシーン、左手で鍵を掴んでいますよね。原作や漫画ではこの時金庫がどのようにして鍵を取るまでに至ったのかが描写されています。アニメで勇気が勇気さん、レバーを戻せばいいんですか？ダメ、手を食いちぎられると言っていたこの仕掛け、下がっているレバーを上げるにつれて手錠がきつく締まる仕組みになっていました。身長も低い金庫はどう頑張っても鍵まで手が届かなかったので、この手錠の仕組みを利用して自分の手首を切断させ鍵を取りに行っていたのです。鍵を取らなければ死んでしまうとはいえ、あの状況でそこまで頭が回り、なおかつ手首を切断する覚悟を決めることができた金庫は本当に強い子ですね。その後のシーンで葵がぐちゃぐちゃになり、勇気が防腐処理について軽く説明をしていたのですが、初見の人だと葵のショッキングなシーンに衝撃を受けていて、あまり防腐処理の説明が聞こえていなかったのではないでしょうか。この後のゲームでも何回か説明があると思いますが、一応この動画でも解説させていただきます。防腐処理とは、ゲーム開始前に眠らされている時に体に施される特殊な手術のことで、血液が空気に触れた瞬間に白いモコモコになります。この手術のおかげで切断した部位もきれいに回収されていればゲームクリア後にくっつけてもらえますし、ゲーム中の怪我による止血の必要もなくなります。さらに体臭などもなくなっているので、そういった匂いを嗅いで気分が悪くなるといった状況が発生することも未然に防いでいます。ゲームクリア後に元の体に戻れるわけではないので、献血などには絶対行ってはいけないと運営から注意をされるそうです。いろいろと便利な防腐処理ですが、あくまで痛覚などは健在のため、葵はあのような悲鳴を上げたわけです。また、どのタイミングで部位を回収しているのか、最初アニメを見た時には気がつかなかったのですが、X にて体のパーツのリサイクルボックスのような箱がエリアに置いてあると教えていただきました。ありがとうございます。ここに入れたものがゲームクリア後にくっつけてもらえるということですね。続いてこちらのシーンをご覧ください。よく考えてみて、このまま金庫が死んだらさ、この時に勇気は何と言っていたのか、アニメや原作では分かりませんでしたが、漫画版でははっきりとあんたも死ぬよと言っています。なぜ死ぬのかはその後勇気も説明していたので割愛させていただきます。その後皆が片足を切断し、サウナで水抜きをしてエレベーターに乗りますが、金庫だけは両足を失っていました。こちら原作や漫画では皆平等に片足のみ切断していたのですが、改変により金庫だけ両足を切断する形になっていました。おそらく金庫は一番体重が軽かったので、一本切断するのみではあまり全体の体重を落とせなかったため、両足を切断したものと思われます。原作や漫画でもその後勇気が金庫をおんぶしているので、二足が残っているよりはこちらの方が自然な流れなのかなと思いました。決して勇気は何かがあった時に金庫を処理しやすいように両足を切断したわけではありません。平等に体重を減らすというのであれば、桃のからもう少し減らせそうな部位があるような気がしますが、ラーメン好きなので許しましょう。兄折海兵は金庫が両足を切断していた点だけではありません。最初の集合場所が無機質な部屋から洋館らしい内装へ。六角形の部屋には水が入ってくるように変わっていましたし、
最後も洋館全体が燃えるという制限時間要素が追加されました。極限状態の人間の心理を描くこの作品において、どれも素晴らしい改編であったと思います。金庫が自害しようとしていた時に見ていた夢も原作や漫画にはありませんでした。何度も繰り返されていた大きくなったらね、パパみたいになるの。へえ、そっか。ありがとう。本当にみすずは優しいね。という言葉ですが、パパみたいになるに対して優しいという言葉には少し違和感があります。実際は前後がつながっておらず、父の負債を肩代わりする発言をした後にかけられた言葉で、その後父は蒸発してしまったのかなと思っています。皆さんはこのシーンに関してどのように思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。1話だけでも素晴らしい改編がたくさんあったので、2話以降の改編にも期待が高まりますね。というわけで、今回の解説考察動画はここまでとなります。いかがでしたでしょうか？少しでも面白かった、参考になったと感じていただけた方はぜひ高評価ボタンを押していただけると励みになります。今後も第2話以降について原作との違いや注目ポイントを解説する動画を順次投稿していく予定です。他にもこういう動画が見たい、このシーンの解説が欲しいなど要望がございましたらぜひコメントで教えてください。また毎週水曜日にはアニメの同時視聴配信や感想配信も行っていますので、よろしければチャンネル登録をして一緒に盛り上がっていただけたら嬉しいです。それではまた次回の配信や動画でお会いしましょう。またね。